総集編。最近さ、眠れてる？結構寝てる。あ、結構寝てる？夢とか見る？夢見るよ。見る？めっちゃ見る。それって覚えてる？覚えてる時もある。私全く覚えてないんだけど。じゃあなんで見たってわかんの？なんか見たような感じはするの。だけどもう覚えてないの。じゃあ、見てないのと一緒じゃん。いやなんか、場面場面のなんか状況みたいなの思い出すんだけど、何の話かはもう全く思い出せないのよ。それで納得してんの？納得はしてないよ。じゃあしてないんだけど、思い出すようになんかした方がいいんじゃない？その場面場面だけでも教えてよ。どうだのかあんの？なんか今、鬼滅の刃ってすごい流行ってるじゃない？鬼滅ね。鬼滅って呼んでるの？大体みんな呼んでるよ。刃まで呼んでたら変よ。鬼滅ね。鬼滅って言わなきゃダメなの？大体鬼滅。鬼滅って呼んだ方がいいよ。そう、鬼滅はさ、まあ、あんだけ流行ってるってことは面白いんだろうけどさ、団子ちゃん的にはどう？面白いわよ。あ、面白いの？すごい面白いわよ。だけどね、絵がね、独特なのよ、なんか。ちょっとそれ見たことあって、なんでこれが流行ってるんだろうって思っちゃったのよ。だからね、あの絵で、なんかみんな、最初敬遠するんだけど、だけどよくよく見たらストーリー、すごい面白いじゃんみたいな。そうなんだ。っていうことでみんなハマるんだと思う。簡単に言うと何の話なの？簡単に言うわね、人とね、鬼の戦いよ。鬼が出てくるの？そう、だから鬼滅よ。鬼を滅するってことよ。あ、そういうことね。鬼を滅する刀を持ってる奴らが出てくる。あ、そうなの？そういう話よ。なんか特定の鬼に噛まれると鬼になっちゃう奴がいるのよ。そう。キョンシーみたいな。そういうこと、そういうこと。そう。それで、自分の妹が鬼になっちゃったから、それを助けたいって言って、お兄ちゃんが立ち上がって旅に出るって話よ。そうなんだ。簡単に言うとね、こんなにざっくり言ったらもうつまんないと思うわよ。まあ今のところ全部のストーリー言ったわよ、私。全部言ったの？全部言ったわよ。だって、そういう話だもん。断片的に見てる目に色はあるのないの？いや、それはもう思い出せない。あるような気がするけど。じゃあ、結果、内容覚えてないけど、なんか夢を、こう見たような感じって思ってるってことでしょ？ただ噂だとワンピースの作者の前で、今、鬼滅の刃の話しちゃいけないらしいわよ。なんで？嫉妬するから。そういうもんらしいわよ。だって、横綱じゃない？ワンピースって言ったらもう。だから、横綱を脅かす、もう、関脇くらいまで来てんのよ。いや、なんなら大関ね。一気にってこと？一気に。だからもう横綱もちょっともう、聞き捨てならないみたい。だからちょっと、ワンピースの先生の前ではもう鬼滅の刃の話しちゃダメなの。それぐらいなんだ。基本的に漫画家って、心が狭いから、手塚治虫とかもそうなのよ。だから許せないの。下から漫画家って心が狭いの？そうなの。そうなの？手塚治虫の話聞いたことない？ない。手塚治虫が、藤子不二雄の漫画見たときに、ね、弟子みたいなもんよ、藤子不二雄って。その、漫画が面白すぎて、一週間ぐらい無視したらしい。そういうやつらしいわよ。で漫画家ってそういうやつ多いのよ。あ、そうなんだ。だから今、鬼滅の刃、でも、月見ちゃんそんなこと言ってるけど、もう終わるわよ。もう終わっちゃうの？もう追いつけないと思うわ。終わるわよ、あれ。やばいやばい。読まないと。でもまあ終わってから読む形になると思うけど。それ、これもよく言うんだけど、アニメと漫画どっち見た方がいいの？いい質問ね。久しぶりに。いい質問？いい質問。これね、普通の漫画って、漫画の方が面白いじゃない？まあ、漫画から読んでって言われるよね。そう。鬼滅はアニメファンが多いのよ。なんか、その噂も聞いてて。今アニメの技術が上がってるから。だ
からそこはもう月見ちゃんの好みよ。あ、好みうん。ね。もう自分のスピードで行きたいんだったら漫画で読んだ方がいいし、うん。与えられて、受動的な生活を好む人はアニメよ。能動的な人は漫画。受動的はアニメ。まあじゃあ早く終わらせたいから追いつけないっていうし、漫画かな。うん、でも月見ちゃん絶対好きじゃないな。え、うん。そうなの？うん、そう思う。だってでも恋愛とかないし。あ、そうなの？恋愛ない。ずーっと戦い。ずっと戦ってる。もう。でも、なんか思いたいから読むよ。うん。感想言いたいから。うん。でもね、売ってないわよ。え、そんなの、本当に。古本屋じゃなかったら売ってるでしょ？普通のお店だったら。普通の店でも結構消えてんのよ。今もちょっと探してみう、る。国立図書館とか行かない限り。あるの？あるとは言われてるわよ。国立図書館に日本の全部の本があると言われてるわよ。いやでもそこも借りられてるんじゃないの？でも国立図書館で鬼滅の刃借りる人って変な人じゃない？だってそんなにないなら、まあそう。そんなにないならここにあるって聞いたら、確かに。じゃあ、国立図書館行ってみる？今から。うん。行ってみよう。うん。どこなんだろう？どこなんだろう？近い？いや、行ったことない。そう。その時いつも私思うの。うん。あ、これ夢だわって。だから、私本当に予備軍だと思うわ。なんの？そのうち、現実でも、あ、これ夢だわって思って逃げれる予備軍だと思う。寝た方がいいわよ、ちゃんと。いや、寝れてないんじゃない？ちゃんと寝てるのよ。熟睡できてないんじゃない？ちゃんと熟睡してるけど、私はそういうタイプなの。眠くなってきちゃった。夢でも見る？うん。ちょっと待って、寝る？うん。寝てから帰る？そうしよう。うん。1週間後。ケンちゃん。え？月見ちゃん。何？私たちさ、うん。やっぱアイドル目指してるわけじゃん。まあそうね。うん。やっぱそうなってくると、うん。まあ、なり方いろいろあると思うんだけど、うん。やっぱアイドル、スカウト。スカウト？スカウトってあるじゃない。街歩いてて？うん。そう。それがね、多いのよ、やっぱ。アイドルになる人うんは？。だけど、騙されちゃダメ。え？ああいうの大体、変な人が多いから。変な人？変な人が多いから、もうすぐに断んなきゃいけないけど、うん。ただね、こうずっとついてきたりとかするのよ。あー、しつこいってこしと？つこいのよ。ああいう人って。うん。それをうまく断らなきゃダメだから。まあ、変な人だったらね。うん。できる。ちょっと待って、その前にさ、スカウトされるの？私たち。されるわよ、そりゃ。なんで？何の自信？スカウトされない女の人なんかいないわよ、いや、そんなことないでしょ。大抵スカウトされるわよ。スカウトされるの？そうよ。盛り場に行ったら。盛り場？盛り場というか、盛り場？なんていうの？街中よ。街中に行ったら、スカウトされるわ、そりゃ。原宿とか。原宿行ったらみんな。大体、そうよ。私あんま行ったことないからわかんない。今のアイドル、大体みんなそれ、なんでこの業界入ったんですかってなったら、大体みんなスカウト出て行ってるわよ。スカウトされてるの？その子たちは可愛いからでしょ？もう月見ちゃんもそこそこよ。何その言い方？何その言い方？そこそこって。なんかそういう誘う感じ出したからよ。誘ってないけど。私も可愛いって言いなさいみたいな雰囲気出したから。そんなことないわよ。ちゃんとスカウトをちゃんと断れるか。まあ、いいスカウトもあれば悪いスカウトもあるから。わかんない。どういう人が？まあ、直感よね。うん、じゃあ、例えばじゃあ、すいません。はい。芸能界興味あります。ちょっと。あ、そう。はい。じゃあちょっとさ、僕一応あれなんだけど、事務所やってるんだけど。事務所？芸能事務所ですか？まあまあ。うん。近くでさ、ちょっと事務所あるからさ、ちょっと、しようよ。ちょっとでも怖いです。何が怖いの？ちょっと興味あるんですけど。興味あるんだよね。じゃあ怖くないじゃん。でも。いや、怖いことなんかないじゃん。興味あるんでしょ？
はい。絶対来た方がいいよ。それ一歩踏み出せないのダメだよ。どこですか事務所は。事務所そこの2階。そこってどこですかそのビルの2階だから。でもちょっとそこに行くのは怖いです。それ一歩踏み出せないんだったら踏み出せないよ、芸能界なんか。じゃあ大丈夫です。すごいわね。じゃあ大丈夫です。よく今ので断れたわね。いやだって、私が芸能界入れてくださいって言ってるみたいじゃないそれ。だってちょっと興味あるって言ったじゃない。ちょっとはあるけど、うんそんなちょっと怒られるみたいな感じで言われたら。今の感じ来るわよ。そうなの？そしたら断れないでしもっと下手に来ないのスカウトの人って。ょ。例えばどういう感じ？興味ないですか？ちょっとだけあります。あ、そうなんですか。はい。私スカウトやってまして、そうなんですか？はい、何々っていう事務所で。知ってるますか？うん。知ってます。うんあそこで事務所やってて、結構何々さんって、知ってますか芸能人の何々さん。あの人とかもうちの事務所なんですよ。そうなの？そうなんですよ。すごいですね。興味あるんですか？もうちょっとだけあります。よかったらちょっとお話しさせていただきたいなって。なんでかっていうと、すごい、まあ、はっきり言っちゃうと、まあ、可能性あるなって思ったんですよ。なことないですよ。いや、本当に。なことないです。私結構見る目はもう確かなんで、そうなんですか？よかったらいいんですけど、ちょっとお話しさせていただけたらなって思うんですけども。じゃあ行きましょう。すぐ行くよ。すぐ行く。上手ね。つりみちゃん。いや、上手ねじゃなくて、でも、そんな感じで行かない？スカウトやった方がいいんじゃない？いやいや、何よ、スもはやカウトやった方がいい。アイドルよりスカウトの方が向いてんじゃない？なんでスカウト目指さなきゃいなわかったわいでしょ、そんな。今そんな女子高生、スカウトになりたいって。めちゃスカウトお前、いないわよ、こんな売れるわよ。スカウトやれる女子高生。いやいや、やだよ。でもとにかく、ちょっとやっぱスカウトとか気をつけてね。いや、でもスカウトされないとやっぱ入れないってこと？基本はね。じゃあスカウトされに行かなきゃいけないじゃない。うん。だから、狙ってる街があんの、私。街？私結構見てて、いろんな人のスカウトされたって話聞いてるんだけど、ん。ここがいいっていうところがあんのよ。原宿じゃなくて？原宿ダメ。原宿はもう全国から来てるから。あ、そっか。そう。スカウトされに来てるの、みんなが。あ、そうなんだ。うん。だから可愛い、レベルが高いの。うん。うん。どこ？吉祥寺か池袋。いるの？いる。スカウトいるの？いる。うん。吉祥寺か池袋は正直、レベルとしては1枚落ちるから。いや、言い方。本当に？そうなの。うん。そうなの？基本はそこ狙いでいくから。じゃ、行こうよ。じゃあ今日ちょっと、吉祥寺の方攻めてみようか。吉祥寺か。うん。じゃあ行く？うん。吉祥寺か。翌日、団子ちゃんさ、お父さんとかさ、うん。お母さんどこの人？地球？いやいやいや分かってる。分かってるのよ。分かってる。やめてよ、そんなおじさんみたいな。分かってるから言ってみたの。え？言ってみたの、そういうの言ってみたいなと思って。うん。どこの人ってどういうこと？なんか方言のある地域？おう。方言喋れた方がモテるらしいよ。いや、嘘だよ、そんなの。いや、それ嘘でしょ。いや、なんか言ってたもん。だって、こんなこと言いたくないけど、ん。まあ、オブラートに包んで言うなら、ん。方言使う人って、うん。田舎者ってことでしょ。まあそうね。モテるの？モテるらしいわよ。どこが一番モテると思う？方言？うん。日本で？うん。圧倒的なとこがあるのよ。圧倒的。圧倒的なよ。結構誰に聞いてもここなのよ。男は、ん。東北とかじゃない？やっぱ力強い感じ。力強いってね。おいどもーみたいな。いやいや、おいあれ九州でしょ。男は、ん。男は標準語がいいんじゃない？だって。まあ、標準語もまあ人気が高いわよね。でも、関西弁らしいわよ。男は。なんでやねん？なんでやねん。なんでやねん、人気あるんだ。ん私全然興味ないけど。私もそんなないんだけど、うん。女の子よ。私たち。女の子は、あそこよ。え
博多よ。福岡ってこと？そうよ。もう圧倒的よ。あ、そうなんだ。でも福岡の喋り方がどんな喋り方かわかんないもん。なんか、水筒とみたいな。水筒とだ、出た。と2回ね。水筒とでしょ。それだって標準語だったら遠足の前だもんね。水筒とだもんね。いやいや、とって何？もう一つ、水筒と弁当と。ああ、そっち、水筒とだ。確認ね。確認。水筒とね。博多でも行って、マスターしてこようよ。あ、博多弁を？そしたら、モテるんでしょ？そうね。でも、何年行けばいいの？いや、だって1年で行けるんじゃん。日本語よ、所詮。染み込むかな？すぐ行けるわよ。本当？で、英語だって1年行ったら学べるんだから。博多弁なら3ヶ月も行けば全部学べるわよ。じゃあ、博多弁マスターしに行く？そうよ、いいじゃない。モテたいときは博多弁にしましょうよ。ああ、それいいかも。水筒と水筒とうどん食べたい言うの？なんかわかんないけど、それは。いや、いいじゃん。でも、みんながいろんなことを喋っていいルールにしてほしくない？例えば、地方から来た人が標準語喋ってる時に、私たちは、標準語直したんだって思うけど、私たちみたいにずっと標準語の人が、いきなり関西弁使うと、いらないあいつ、関西弁使って、みたいな、大阪ぶってみたいになるじゃない？確かに。でもファッションでいいじゃない、もはやこんな時代。そうね。私、逆回りってことね。そう、関西弁好きだから、普段から関西弁使ってんのよって言って。そうやねん、うち関西弁好きだから関西弁使ってんねん千葉出身やけどいやいや、千葉出身やけどちょっと受け入れられないんじゃない？なんでやなんでや関西やろ、やっぱ言葉は。いや、怒られるわよ、関西の人に。ほんまおもろいで。関西もんは。関西弁は。関西もん？関西弁ほなーっていいでしょ。いや、わかんないけど、なんか関西の人が、関西の人だけな気がする。そこに厳しいの。そうか。他の地域の方言喋ってもなんか言わないような、わかんないけど、言うのかな？東北弁を使っても、東北の人は怒るのかな？東北の人怒ると思うわよ。怒るかな？東北の人が一番怒りそうじゃない？だってそうかな？東北の人に会って、東京出身なんだけど、東北に憧れてるから、東北弁使ってるんです。ズーズー弁になったら。そっか、それは怒る。てめえ東北のこと舐めてんだろって。それは怒るかもしれない。舐めてねえです。ほら、笑ってるじゃない、つけちゃんも。ダメね。ダメ。それは。やめて。時代が変わればいいわね。そこの。なるほど。私たち頑張って、違う方法で待ってましょう。行こう。分かったわ。翌朝。ピーちゃんさ、方言ないよね。いや、ないよ。なんで？ピーちゃんの世界はそういうなんか、ないの？そういう方言って。方言ってわかるよね？わかる。ないの？まあ、そういう、地域格差みたいなのはないからな。地域格差って呼んでんの？みんな同じ喋り方するってこと？ほとんどね。ほとんどってどういうこと？いや、全員に会ったわけじゃないから。ああ、今まであった。何、仲間たちは同じ喋り方って。そう、仲間ともあんまり会ってないんだけど。そういう感じじゃないから。いや、基本ここにいるし。親とかいるの？まあ、そういう深い話はやめようよ。聞いちゃダメなの？いや別に、まあ、会ったことあるようなないようなっていう感じだよ。なんかごめん。もっと謝ってよ。やめてよ、そういうこと言うの。ごめん。なんか、ピーちゃん行きたいとことかないの？あるよ。連れてってあげるよ。連れてってあげる？どこ？ちょっと考えさせて。そんななんか、本当に行きそうだから。
いや、別に、そんな無理よ。北海道。北海道か、なんで？いや、北海道、なんか、涼しそうじゃん。暑いとこ苦手だから。あ、そうなの？うん、基本はね。え？そうだよ。だって、見た感じ暑そうでしょ。あ、そっか。うん。じゃあ夏北海道行こうか。なんでそんなフットワーク軽いの？だって、で、行ったことないんでしょ？まあ、ありがとう。北海道って言っても広いよ。いや、でも、大体札幌とかじゃない？まあね。まあでも、富良野とか富良野？何しに行くの富良野に。ラベンダまあ、ラベンダーね。そういうのあんまり興味ないな。ー。何に興味があるの？夜景？あ、函館？うん。じゃあ函館。あ、夜景私も見たい。じゃあ、行こうよ。なんか、あいつも誘ってさ。あいつってもしかして？いや、団子ちゃん。そうだよね。うん。団子ちゃんも連れてくの？いや、普通に高校生が一人で北海道行ったら変だよ。函館行ったら。一人って感覚なかった、ピーちゃんがいるから。まあね。だけど、傍から見たら、そっか。高校生の女の子が一人で函館の夜景見に行ったら変だよ。じゃあ団子ちゃんについてきてもらおうか。うん。絶対そっちの方がいいよ。楽しいし。じゃあちょっと、なんとなく調べといて。私も調べとくし。いや、俺調べるの無理でしょ。どう考えたって。いや、俺調べづらいでしょ。雰囲気見てもらっていい？ちょっとあんま可動範囲がわかんないんだよね。いや、この上よ。ほぼ。あ、そっか。じゃあ私が調べてる時に一瞬見る感じだ。そう。だから、調べてもらっていい？わかった。調べとく。頼むよ。北海道。楽しみにしてて。わかった。うん。